今回はこのようなブラウスなどの後ろ開きを作る時のポイントを紹介したいと思います。ここの一番下の部分、ここがくるっと綺麗な丸になるように縫っていきたいと思います。こちら開きがつく身ごろと見返しです。本来は前身ごろと前見返しもくっついた状態で縫いますが、今回は割愛しますのでご了承ください。見返しにはすでに裏に接着芯を貼って、縁はロックミシンで処理してあります。見返しの裏側に型紙から最終的にカットする開きのラインと、どこまでカットするかの開き止まりの位置を写しておきます。身ごろの裏側も開きのラインと開き止まりの位置を写しておきます。ここでほつれやすい生地の場合、開き止まりの部分に接着芯を丸く貼っておきましょう。力布のような役割をします。見返しの裏、接着芯側にミシンが通る線をしっかり描いておきます。開きのラインとの距離は型紙で指定してあることが多いです。今回は 3mm にします。開きの線だけ描いて、あとは目見当だけでミシンをしてしまうと、歪んだりどこでカーブが始まるかなど、縫い出すと慌ててしまうことが多いです。しっかり描いておきましょう。細いペンタイプのジャコペンがおすすめです。先端の部分の形状は今回はくるっとしたカーブにしたいと思います。デザインによっては鋭角の場合もあります。見返しの部分にも線を引いておいてください。布ループをつける場合、先にこのタイミングで仮縫いをしておくといいと思います。今描いた開きの線よりも内側に仮縫いをしましょう。布ループの両端は反対側の開きの縫い線にかぶらないようにカットしておきます。この布ループの作り方は別の動画で紹介していますので、そちらを参考にしてください。身ごろと見返しを表同士、中表で合わせます。先ほど書いた開き止まり同士の位置が合うように待ち針で固定します。この線の通りに縫っていきたいと思います。まず見返しの部分を縫って、続けて開きの部分です。布ループが挟んであるところは 2,3 回重ね縫いをして補強しておきましょう。カーブの始まるところまで線の通りに縫います。ここまで来たら縫い目を細かくします。細かくすることで縫い目の補強とこの急カーブをきれいに縫うことができます。カーブの部分は一針一針慎重に進んでください。私は手で回して縫うことも多いです。カーブ部分が縫えたら縫い目の大きさを戻して線の通りに縫っていきます。縫えました。この開きの部分に切り込みを入れていきます。布ループの部分は布ループの端を切ってしまわないように1枚ずつ分けて切りましょう。長さを残しておいた方がほつれにくいです。カーブの部分、ここはかなりギリギリまで切ってください。ギリギリまで切らないと変なシワが寄ってしまいます。今回はカーブをきれいに出すために切り込みをいくつか入れてみます。見返
返しの角の部分、いらない部分は切り落とします。首の周りもカーブがきれいに出るよう切り込みを入れましょう。アイロンで縫い代を見返し側に倒しておきます。表に返します。角の部分は目打ちできれいに角が出るようにしましょう。カーブの部分もきれいに形が出ています。アイロンで整えていきましょう。デザインに支障がなければ全体にステッチを入れるとより補強されます。このステッチを入れる際もカーブの部分は一度チャコペンで印をつけて縫い目を細かくしてゆっくり進んでいくことで綺麗に縫うことができます。最後にボタンをつけて完成です。ミシンの通る線をしっかり描く、カーブ部分は縫い目を細かくする、空き止まりギリギリまで切る、この3つを押さえると綺麗に仕上がると思います。また生地やデザインによってほつれやすい布には身ごろ側に接着芯を貼る、布ループをつけるときは仮止めをしておくという2点も行うことをお勧めします。今回も動画を見てくださりありがとうございました。皆様のハンドメイドのお役に立てれば幸いです。